エンジニアのおすすめスキル、イエーイ。はい。というわけで、私の住まう300サーバー、シーズン3が終わりました。シーズン3が終わってですね、使えるスキルとそうでないスキル分かってきましたので、そちらこれからスタートする方に向けてお届けしていければと思います。今回スキル4段階で評価しています。S 超必須スキル。A、獲得して損はないスキル。B、人によるなっていうスキルと、それから C ランクは取っても取れなくてもどっちでもいい趣味レベルのスキルです。まずは必須スキルの紹介です。職業90レベルで取れるミイラ召喚はかなり強いスキルです。これさえあれば結構強い相手でも一撃でランダム移設を発動させることができます。戦争イベントが佳境に差し掛かる前にぜひエンジニアの皆さんを獲得していきたいスキルです。続いて建造インスピレーションと作戦経験ですね。これはシーズンを通して毎回お世話になるスキルです。この2つを獲得して職業レベルアップに役立てましょう。捕獲地雷は砂虫を捕まえるスキルになっています。非常にいろんなところで役に立つので、こちらも必須獲得です。緑か倍か、これも必要です。獲得してください。交易遊具は交易地でお得に買い物することができるスキルです。自分の連盟が獲得した交易地の場合、VIP 商店よりも安い価格で加速を取ることができます。もしですね、全く買い物しませんよという方には不要なスキルになります。変化倍化はシーズン2でいうところの温度上昇の効率を上げるスキルです。なくてもなんとかなりますが、偵察機を飛ばす回数が半端なくなってしまうので、これは取っておいた方が良いでしょう。続いてシーズンスキルではない方のスキルです。ここに一覧を挙げています。工場熟練に廃墟解体の機能が追加されています。この機能非常に重要ですので、エンジニアの方は少なくとも工場熟練1は上げておいてください。職業レベル100で取れる二重発動は、六角形スキルを稀に1日2回発動することができるようになります。スキルの中でこれですね、ポチッと押して発動するこの六角形のスキルたちを1日2回使えることがあります。ただ、レベル100にならないといけないので、結構遠い道のりです。私もシーズン3の間に100には到達しませんでした。続いて A ランク、獲得しても損はないスキルたちです。まずは自然の息吹。こちらシーズン3では砂漠というところがたくさんあるので、そこを緑にすることができます。一部のマップ上のお宝はこのスキルがないと獲得できないので、大いにプレイの中で役に立つでしょう。続いて砂嵐です。自然の息吹とは逆に一定の箇所を砂漠にします。加えてこの砂嵐エリアの中から出発する基地の行軍速度を遅くする効果があります。この砂嵐と自然の息吹、正直なくても大丈夫なスキルなんですけれども、この2つを合わせた小技があるので紹介します。シーズン3では緑化をすることによって職業経験値が稼げます。このようにまず空き地に砂嵐を打って、自然の息吹で緑化する。これによって一定量職業経験値を得られます。2日に1回このローで使えますので、職業レベル100を目指す方はぜひ役に立ててください。2倍変換ですね。こちらも目的は同じく職業レベル稼ぎです。後半は清水がどれだけあるかによって職業レベルの上がり幅が変わるので、ミスリルを清水に変換するように使ってください。続いて砂虫トラップ。これ正直なくてもいいですが、敵を砂虫の罠に引っ掛けるのが面白いのでとってもいいと思います。よし、ひらめいた。こちらも職業レベル稼ぎに非常に重要なスキルです。私はレベル5まで取って使っていました。脆弱の呪文は戦闘向きになります。敵の耐久値を減らす効果があるので、戦闘する人にとってはいいです。ただ、ほとんど戦わないよ、戦うの苦手だよっていう人にとっては不要なスキルになります。続いて通常枠です。ミニオンは戦争指導者の人につけてあげると喜ばれます。ほんの少しアイテムがもらえますが、それはそこまで豪華ではないです。工場の旗とそれを強化するスキルがあります。これも戦闘の中でも使えますのでおすすめです。ここからは正直なくてもいいかなというスキルたちです。まずは守護者に近い。守護者がもらえるんですが、いかんせんクールタイムが長いと数が少ないです。続いて汚染地域移設。確かに汚染地域に入ることも多いんですけれども、なんだかんだで使わないスキルです。そして死の衝撃波。戦闘が少ない人にとっては完全に不要ですし、ちょっと割合が少ないのがネックですね。瞬地採取は邪魔な資源地を引っこ抜くときに使えます。連盟員の誰かが持っていてくれると助かるスキルです。職業レベル100で取れる自爆。非常に面白いスキルなんですが、なかなかうまく使うのが難しいなという風なスキル内容になってます。おそらくシーズン中に獲得できる人も限られるかなと思います。さあ、ここからは本当にポイント使うのがもったいない趣味レベルです。まずは縮小の呪文いってみましょう。これですね、守護者で攻撃を通すと相手が小さくなります。以上です。別に小さいからっていいことがほとんどないです。強いて言うなら敵から見えにくくなるぐらいです。
あと可愛いです。シーズン中にあまり使えないスキル一覧こんな感じになってます。新しく登場する加速の宝箱なんですが、これ中身しょぼいです。左の画像はレベル5で獲得できる加速なんですけど、これ1日1回もらえてもそんな嬉しくないので、これも不要です。シーズン3の間にレベル100まで職業レベル上げることができますが、大目標は95です。で、これ無課金でも達成可能です。私シーズン2より楽に達成しました。理由はいくつかありまして、シーズン3は職業レベル稼ぎが少し充実してます。まずはシーズン施設のレベルアップはもちろんですが、砂漠の緑化、それから、これシーズン前半でも使えたかどうかわからないんですが、後半では守護者を消費することによって多量の職業経験値を手に入れることができました。なので比較的職業ポイントは稼ぎやすかったなという風に感じます。職業レベル95で取れる共同建造と研究の強化スキルがめちゃんこ強いので、これを獲得してオフシーズンに入れるよう頑張っていきましょう。今回紹介したエンジニアスキルのランク付け一覧表こちらになっております。この画像は共有とご自由に使っていただいて大丈夫です。また、これからシーズンが始まる方に向けて、これ撮っとけば間違いないよという画像を一覧で作りました。こちらも上手に活用していただければと思います。はい、というわけで今回はシーズン3のおすすめエンジニアスキル一覧でございました。この動画良かったよ、役に立ったよというふうに思った方、ぜひいいね、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。今回めっちゃ実用的なおまけなんですけど、このシーズン終わった時にちょっともらえる、なんか職業ポイントちょっともらえるやつあるじゃないですか。これ、シーズンが始まった直後に、こういう風に1ずつ消化していくことによって、なんか職業経験値を獲得するみたいな実績をどんどん解放できて、それでミスリュウが手に入るみたいなのをやってた人がいたんですよね。なので、次のシーズンは私もちょっとこれをちゃんと貯めておいてですね、やってみようかなと思います。こっちにもあるじゃん。危ねえ。まだあってよかった。